こんにちは、シャチパンです。今回は大手5社の冷蔵庫について解説していきます。冷蔵庫は非常に多機能でたくさんのモデルがあります。もし下調べなしでお店で買おうとした暁には、本当に自分の欲しいものもわからないまま選ぶのに疲れ果てて、もうこれでいっかっていう妥協モデルを買ってしまうこともあるでしょう。初めに言っておくと、全てがパーフェクトな冷蔵庫というものはないです。なので、あらかじめ自分の中でここは優先したいってポイントを何個か決めておかないといけないんです。冷蔵庫は見た目こそ各社ただの箱型で似ていますが、違いはしっかりありますので、この動画でぜひ自分に合いそうな冷蔵庫を見つけていってくれたら嬉しいです。それではやっていきましょう。具体的な話をする前に、冷蔵庫の選び方について簡単に触れておきます。まず決めるべきは大きさです。冷蔵庫の大きさの目安はご覧のような式で表されます。計算すると、3人家族なら380リットル以上、4人家族なら450リットル以上、5人家族なら520リットル以上が目安となるという内容です。昨今では食品を冷凍するご家庭も増えてきていることから、大きめを選ばれる方も多いです。また、300リットル台の小型モデルは断熱材の性能の違いにより、大型モデルより実は電力を食います。ざっくり年間2000から3000円程度違うので、個人的には迷ったら大型です。次に中段スペースです。真ん中の中段スペースを野菜室とするか冷凍庫とするかという内容です。中段スペースは腰の位置にあるので、かがむ必要がなく楽に出し入れできます。そのため、よく使うものを中段スペースに持ってくることで使い勝手も良くなります。野菜を使って料理を頻繁にされる方は野菜室を、まとめ買いをしたり冷凍食品をよく使う方は冷凍庫を持ってくると良いでしょう。少し前までは野菜室が中段のモデルは限られたのですが、現在では選択肢が増えています。最後にドアです。フレンチドアタイプと片側ドアタイプがあります。500リットル以上のタイプですとフレンチドアが多くなってしまいますが、それぞれメリット、デメリットがあります。フレンチドアは狭い通路でもドアが短い分開けやすいです。それから飲み物を取るだけならばドアを片方だけ開ければ良いので、冷蔵庫内の冷気が保たれ省電力につながります。一方、デメリットとしては、壁際に設置すると片側のドアが全開にできない。大きなものを出し入れする際は結局両方のドアを開ける必要があることです。また、ドアを中央から開く分、ドアポケットが片側ドアタイプより小さいことが構造上多いです。片側ドアの特徴はこれの逆で、壁際でも設置できますが、ドアが大きいため通路の広さによっては通りづらいことがあります。それと、何を取り出すにしてもドアを全開にする必要があり、省電力ではないです。ただし、フレンチドアでも結局両方開けてしまうことが多いという意見もありますので、デメリットとなりうるかは使い方によります。それから、ドアポケットは大きめで、普段から飲み物をたくさん置きたい人には嬉しいポイントです。以上を踏まえ、調理場からスムーズに食品が取り出せるかをイメージしてみると良いでしょう。なお、これらの選ぶポイント、今何が人気なのか、いくつかアンケートを取ってきました。結果はこのようになり、真ん中が野菜室、冷凍庫、どちらかが良いかの質問に対しては、そう大きな差はなく二分されており、人気は拮抗していました。どちらでも良いよって方も一定数いらっしゃいます。野菜室と冷凍庫の大きさのバランスについては、冷凍庫の大きさを望む声が最も多く6割を占め、次いでバランスタイプ、そして野菜室という順でした。最近は食品を安く大量に買ったり、料理して冷凍する需要も高く、
それが数字にも表れているように感じます。ドアのタイプはフレンチドアが約半分、片側ドアが3割、どちらでも良い方が2割という結果でした。こうしてデータを見ると特段人気というものは少なく、ライフスタイルやお住まいの間取りによって変わってくるものだと思います。1000を超える投票ありがとうございました。皆さんのご意見いつも参考になっています。それでは前置きが長くなってしまいましたが、今回は各社の400リットル以上の冷蔵庫について比較していきます。それでは早速大手5社、三菱電機、パナソニック、東芝、日立、シャープの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点で冷蔵庫を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが最も人気があり、次いで三菱電機、日立という順でした。昨年のデータからも比較してみると順位や人気に変動はなく、パナソニックが昨年に引き続き人気でした。さて話を戻して、上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはチルドです。一般的なチルドは冷蔵庫よりも低温な約0度から3度帯で食品を保存し、凍らないギリギリの温度をキープします。これにより食品の発酵や熟成を遅らせることができるため、肉や魚介類などの鮮度が長持ちします。チルドは各社力を入れており、一般的なチルドよりもより低温で保存する方式が流行っています。三菱電機のチルドは氷点下ストッカーです。氷点下なのに凍らない過冷却という現象を利用しての保存方式で、三菱電機の特許技術になります。マイナス3度から0度で冷凍せずに保存し、塊肉であれば10日、魚であれば5日間保存することができます。また三菱のチルドは2段構成となっており、上段にはワイドチルドといういわゆる普通のチルドもあります。チーズやバターなどの発酵食品や乳製品は凍らせると味が落ちるので、そういったものはワイドチルド、鮮度が落ちやすい肉や魚は氷点下ストッカーと使い分けた方が良いでしょう。続いてパナソニックの微凍結パーシャルです。肉や魚が凍り始めるギリギリのマイナス3度で食品表面だけを凍らせ、酸化を抑えて保存する方式です。肉は14日、ひき肉は10日、魚であれば7日保存できます。中でもこの14日は他社と比較しても長く、注目すべきポイントです。なお、チルドは1段しかなく、通常のチルドルームの温度帯で使いたい場合は、冷蔵庫内にある操作パネルから切り替える必要があります。一段構成なので広々と使えますが、三菱電機のような併用をお考えの方は注意してください。次に東芝の氷結チルドです。パナソニックと同じ方向性で、空気中の水分を急速に冷やすことで氷の膜を食材表面に作り、酸化を防ぎます。 UV 除菌もつき、お肉であれば10日、魚であれば7日間保存できます。三菱電機と同じく通常チルドと2段構成です。続いて日立の特選氷温ルームです。マイナス1度で凍らせずに食材を保存する方式で、メーカー好評で肉や魚を7日保存しても美味しく加熱調理できます。なお、600リットル以上の上位モデルのみ真空で密閉保存する真空チルドに変わります。こちらの方が保存性能は高く、少し前までは真空チルドが多くのモデルに搭載されていましたが、真空気口が必要となるため、その分食材を入れられる量が少ないという弱点がありました。現在では大容量モデルで広さが確保できるモデルのみの展開となります。また日立は冷却機を冷蔵庫と冷凍室用に2つ搭載することで、
冷蔵庫部分を単独で冷却することができます。冷蔵庫は一般的に3度から8度の温度管理ですが、冷蔵室丸ごと2度のチルド室として使える丸ごとチルドという機能があります。これにより肉とチーズの保存の両立を可能としています。消費電力が 5% 程度上昇しますが、なるべく食品を冷凍せずラップなしでたくさん保存したいという方にはおすすめできます。次にシャープの潤いチルドです。プラズマクラスターで雑菌を除菌するチルドになります。ご覧のようにチルド室内の付着菌除菌効果を得られます。肉のスペックはありませんが、魚であれば3日保存できます。他社と比較して保存期間は短めな印象です。チルドの評価としてはこのようになります。使い方にもよりますが、食品を凍らせることがなく、2段構成で使い勝手の良い三菱電機、肉の保存期間の長いパナソニック、冷蔵庫を丸々チルド化できる日立が優れている印象です。一方、保存期間の短めなシャープは少し見劣りするでしょうか。続いて野菜室です。各社こだわりの機能があります。三菱電機の野菜室は朝どれ野菜室です。真空断熱材を利用することで温度と湿度を保ち、ほうれん草を7日間保存できます。それから普通野菜は保存することで栄養素がどんどん落ちていきますが、三菱電機は逆の発想で3色 LED で1日の光サイクルを作り出し、光合成を促進させるユニークな機能があります。これによりキャベツなどの葉緑素を持つ緑の野菜は緑化を促進させ、栄養素を高めることができるようです。ただし他社にあるような湿度調節機構は備えないため、保存という意味では一歩劣るでしょうか。続いてパナソニックのダブルシャキシャキ野菜室です。野菜室専用の湿度センサーで湿度を調整します。湿度調整はモイスチャーコントロールフィルターが硬湿の時は結露させ吸収し、湿度不足の際は湿気を放出し、ちょうど良い湿度に保ちます。野菜からの湿気が必要なので、ある程度野菜を保存しておく必要がありそうです。7日保存したキュウリやサニーレタスも従来より劣化なく保存できます。また野菜室が真ん中にあるモデル限定ですが、野菜から常に放出されている劣化要因になるエチレンガスを炭酸ガスと水に分解する機能があり、より高度です。野菜や果実の輸送でもエチレンガス濃度を管理することも多いので、効果は期待できるでしょう。次に東芝のミストチャージです。1日に20回以上潤い冷気を送り出し、湿度を他社より優れる 95% 以上に保ちます。さらにパナソニック同様、エチレンガスを分解します。10日間保存したチンゲン菜の乾燥もだいぶ抑えられています。また他社と比較して野菜室が広めなのも嬉しいポイントで、口コミでも野菜に関しては高い評価が多かったです。ちなみにエチレンガスは果物に関しては成熟を促す働きがあり、例えばリンゴとバナナを一緒に保存するとエチレンガスによりバナナが早く食べ頃を迎えたりします。成熟を期待する果物は野菜室に保存しない方が良いでしょう。続いて日立の新鮮スリープ野菜室です。こちらも東芝と同じく湿度を保ちながらエチレンガスを炭酸ガスと水に分解し、栄養素の減少を抑えます。7日間保存したほうれん草や大葉、チンゲン菜もみずみずしさを残していることがわかります。口コミでも好評でした。次にシャープの雪下シャキッと野菜室です。雪国で野菜を雪の下に置いて長期保存する方法に近い状態を再現しています。低温・高湿環境で保存することで
野菜はでんぷんが糖に分解されて野菜の甘みが増します。他社と比較すると野菜室は小さめですが、2段構成となっており、上手に詰めればかなりの量を保存できるかと思います。野菜室の評価としてはこのようになります。湿度調整とエチレンガス分解を搭載している東芝、日立の評判が良い印象でした。特に東芝は野菜室を売りにしていることもあり、野菜保存を重視している方にはお勧めできます。次に冷凍室です。三菱電機の切れちゃう旬冷凍は冷凍室の機能ではなく専用個室の機能ですが、特徴があります。チルドと冷凍の間の温度であるマイナス7度で芯から凍らせます。肉であればチルドでは1週間、冷凍では1ヶ月の保存ができますが、切れちゃう旬冷凍はその間の3週間の保存ができます。特徴としては、冷凍したひき肉を凍ったまま切ることができたり、魚の切り身も剥がせたり、野菜もほぐして使うことができる点です。解凍いらずなのは嬉しいですね。ただ、口コミにはブロック肉や水分の多いものは硬くて切れないという意見もありましたので、その点は注意かなと思います。また、炊きたてのご飯も熱いまま入れるだけで美味しさを逃さず急冷するという使い方もできます。続いてパナソニックのクーリングアシストです。こちらも冷凍室の機能ではなく専用個室の機能になります。放熱効果の高いアルミプレートと大風量の冷気で業務用レベルの急速冷凍を可能としています。通常冷凍の5倍の速度で冷凍できるので、水分が凍る温度帯を早く通過することができ、解凍時のうまみ成分流出を抑えられます。これによりお肉、唐揚げ、アボカドを冷凍する際、劣化が少なくて済みます。他には作りたてのお弁当の粗熱を取ったり、冷やして固めるデザートを時短したりする使い方もできます。口コミでも使い勝手が良いと好意的な意見が多かったです。おしゃれで美味しそうなお弁当ですね。どうでもいい話ですが、シャチパンが高校生の頃、弁当箱にすき焼きを詰めて学校に行ったことがありました。気づいたらカバンと教科書がすき焼きの汁まみれになってました。もう買いたかったです。次に東芝の新鮮ツイン冷却です。日立と同じく上下に2つの冷却機を持ち、それぞれ冷蔵用、冷凍用に分けられています。冷凍はマイナス18度以下をキープし、霜付きを抑えて食材のうまみや栄養を逃さず保存します。なお、冷蔵用の冷却機は野菜室と同様、潤い冷気を送り、85% の高湿度を保ち、食材の乾燥を防ぎます。続いて日立のデリシャス冷凍です。3段構成で使いやすさを確保しつつ、1段目がパナソニックでもあったアルミプレートと温度センサーを採用しており、急速冷凍が可能です。ちなみに冷凍室が3段構成なのはパナソニック、日立、シャープとなります。次にシャープのメガフリーザーです。3段構成かつ冷凍庫が大きめです。冷凍庫内の温度変動が原因で起こる食品の霜付きを防ぎ、鮮度を守ります。食品をたくさん冷凍したいという方にお勧めできます。評価は使い方によって分かれるところですが、このようになります。冷凍の仕方をもう1方式追加した三菱電機、口コミでも好評だったパナソニック、物理的な広さで勝負しているシャープが優勢でしょうか。次に中段スペースです。中段スペースが野菜室か冷凍庫かを記しています。冒頭でも少し触れましたが、中段部屋は食品の出し入れにかがむ必要がないので、使い勝手に直結する重要な部分です。ちょっと前はあまりなかった野菜室中段モデルも、今では
全メーカー対応しています。ただし各社の力の入れ具合はまちまちです。今回は力の入れ具合を文字の大きさで示しています。中段が野菜室、冷凍庫、どちらも選べるのは三菱電機、パナソニック、日立、シャープ。中段が野菜室に固定されるのは東芝となります。各社の力の入れ具合は三菱電機は両方、パナソニック、日立は冷凍庫中段モデル、シャープは野菜室中段モデルのラインナップが充実しています。なおパナソニックの野菜室中段モデルは幅が 68.5 センチ以上の幅広モデルのみの対応であること、日立の野菜室中段モデルは売りである新鮮スリープ野菜室がつかず買い機能となることには注意が必要です。またどちらも消費電力が大きめです。次に電気代です。各社の500リットルクラスの年間電気代を電気代値上がり後の水準で算出しています。モデルグレードにもよるところも大きいですが、全体を通してみても日立が少し高めな印象です。なお10年以上前の冷蔵庫からは省電力化が進んでおり、年間3、4千円の差が出ることもあります。またスペックに現れてこないものとして節電機能があります。中でも三菱電機、パナソニックは優れており、三菱電機は全室に扉開閉センサーや温度センサーを搭載し、開閉の多い朝は事前に冷やしたり、使わない時間を選んで効率的に霜取りをしたりします。これにより約 10% 程度の省エネとなります。パナソニックはさらに収納量を光で調べる収納量センサーも備え、冬季であれば最大 21% 省エネとなります。スペック値以上の効果が得られるでしょう。続いて価格です。各社の500リットル上位クラスの価格帯を記しています。現在この価格帯のモデルは新モデル投入前ということで、発売してから半額近くまで落ちきっています。お買い得と言えるでしょう。各社を比較してみると特段安いというメーカーはありませんが、パナソニックは全体的に高めな印象です。なお日立の26万のモデルは後で紹介するカメラがついたモデルで、それ以外のモデルであれば他社と同価格帯となります。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。冷蔵庫の基本機能としては各社好意的な意見が多く、使い物にならないといった声はありませんでしたが、チルドが横に広いモデルが多くなってきたせいか、フレンチドアの場合両方のドアを開けないと食品が取り出せなくて使いにくいという声が見られました。チルドの広さとのトレードオフなので両立は難しいですが、気になる方は注意してみてください。三菱は製氷機の丸洗いできる構造が好評でした。製氷皿、ポンプ、パイプ、フィルターまで全て外して洗え、ミネラルウォーターも使えます。それから全室独立機構が良いという声がありました。全ての部屋が仕切られていますので、部屋ごとの温度や扉開閉を監視し、無駄なくしっかり冷やします。また扉が自動で閉まり、ハンドアを防ぐオートクローザーも好評でした。悪かった意見はモデルにもよるのでしょうが、ドアポケットに2リットルペットボトルが複数収納しづらいという意見がありました。また旬冷凍など高度な冷凍システムがありますが、使い切れず結局小型冷凍庫として使っているという声がありました。続いてパナソニックです。トップユニットが好評でした。普通は下段にあるコンプレッサーを最上段に持ってくる構造のことです。これにより最上段のデッドスペースが減り、手も届きやすくなりますし、
冷凍室や野菜室に奥行きが生まれ、100% 全開で奥まで広々と使えるようになります。また他社もモデルによってありますが、野菜室にペットボトルが複数立てられ便利という声が多くありました。一方、悪かった意見としては、コンプレッサーが上段に来たことでうるさいという意見が少数ながらありました。音に敏感な方は注意した方が良いかもしれません。それから他社もそうですが、操作部が冷蔵庫内にあるのが残念。チルドが1段しかなく複数欲しいという声がありました。次に東芝です。両手が塞がっていても触れるだけでドアの開閉ができるタッチオープンが好評でした。料理中や大きいものをしまうときに便利なようです。ただし開く勢いなどが強い、少し触れただけで開いてしまうという意見もありましたので、実機は見ておいた方が良いでしょう。それからフリードアポケットの高さが細かく調整できて便利。野菜室に掃除穴がついていて掃除がしやすいと好評でした。悪かった意見としては、カタログでは製氷機が丸ごと全部洗えるという表現なのに製氷皿は洗えないのが不満。それから氷結晶チルド使用中は冷蔵室の温度設定や節電モード設定ができない仕様が残念という声が上がっていました。続いて日立です。真ん中の部屋と下段の部屋をそれぞれ冷蔵、冷凍、野菜の中から選択できるぴったりセレクトが便利という声がありました。組み合わせは9通りあり、暮らしの変化に合わせて後からどっちも冷凍室にできたり、真ん中を野菜室にできたりします。また冷蔵庫をチルドルームとして使える丸ごとチルドも好評でした。それから本モデルより冷蔵庫の中身をカメラで撮影できる機能が追加されました。ドアを開けると自動で撮影されるもので、買い物中に冷蔵庫の中身を忘れてもアプリで買い忘れやすでに買ってある食材の二重購入を減らすことができます。これはすでに今年練りわさびを3重購入してしまったシャチパンが去年から動画で欲しいと言っていた機能ですね。上からの撮影なので冷蔵庫内の奥までは見渡せないのが残念ですが、これでもだいぶありがたいです。今は冷蔵庫だけですが、今後野菜室や冷凍庫などこの分野は加速していくと思いますね。悪かった意見としては、節電機能が少し弱いという声がありました。各社では各種センサーを駆使しエコ運転が充実しつつある中、特に言及がありません。それからドア閉めがしづらいという声が一部にありました。次にシャープです。冷蔵庫をどちらからでも開けられるどっちもドアが好評でした。転勤などで住まいが変わっても間取りによらず使えるという点はポイントが高いです。ただ少しドアが硬いという意見もありましたので、実機確認はした方が良いでしょう。それから冷凍庫の広さを褒める声が多かったです。ただしこちらもモデルによっては大して広くないモデルもありますので注意です。その他には他社と比較すると奥行きが浅いモデルが多いこと、ロック製氷というお酒に合いそうな氷が作れることが好評でした。悪かった意見としてはモデルにもよりますが、野菜室が少し小さい、 AIoT 機能が微妙という声がありました。 AIoT は天気予報や特売情報などを聞けますが、やはり冷蔵庫内の食材から献立を提案するくらいのレベルに達しないと万人受けは難しいのかなと感じます。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。昨年集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。各社高い満足度でどのメーカーの冷蔵庫でも満足できると思われる中、
三菱電機が昨年同様最も満足度が高かったです。昨年からの動きとしては大きな変動はありませんでしたが、三菱電機、パナソニックは横ばい、東芝は少し点数を下げ、シャープ、日立は少し点数を上げた結果となりました。参考にしてみてください。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、食材によって冷凍を使い分けて料理したい方は三菱電機、野菜を鮮度よく保存されたい方は東芝、冷凍庫の物理的な広さを重視される方はシャープ、冷蔵庫を丸ごとチルドとしてラップなしで保存したい方は日立、バランスの良い冷蔵庫をお探しであればパナソニックが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。最終確認では、ドアポケットにご自身の保存したいペットボトルが入るかや、パーテーションの高さ、卵がドアの部分にあるのか中にあるのかなどもぜひ忘れず確認してみてください。よく口コミで確認し忘れて思っていたものと違ったという声が上がっている項目です。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。また動画が長くなってしまって、シャチパンの独り言も今回大幅カットとなってしまいました。楽しみにしていた方、どうもすいません。シャチパンの独り言初めからいらないって、また笑えない冗談をねえ、ベビーパン、ベビーパン、ベビーパン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。